こんにちは、ナピーです。今日はディズニーミニチュアフードマッドハッターのケーキ2日目です。29号の内容物は粘土が1本とお花の柄のついたお皿が1枚です。前回シリンジが壊れてしまったので100均のキャンドゥで化粧品の詰め替え用のシリンジ、これを買ってきてみました。これなら先をはめることできそうだったので、これで私は使ってみたいと思います。ちなみにダイソーでも同じようなの売ってたんですけど、これはねこの先入らなかったんですよ。なので丸く出すだけだったらいいと思うんですけど、これはちょっと使えないなと思いました。セリアでもこういうシリンジ売ってましたよってコメントいただいたので、私はセリアが近くになくて確認しに行けてないんですけど、参考にどうぞ。今回の作り方をざっと見ると、このチョコレートが乾くのに時間がかかりそうなので、ちょっと順番を考えました。先にこのクリームをふやかすところから始めます。粘土スケールの H の分量、ここに水を1の目盛りまで、ちょっと揉んでこれで放置しておきます。ケーキに焼き色をつけます。簡単にまた焼き色の達人で済ませちゃいます。黄土色だけでいいのかな。つば全体だった、間違えた。私ここに塗っちゃったけど、つば全体に焼き色と、私の青緑な感じでイメージは黄緑にしたいんですよね。だからちょっとここで黄色みを足しちゃうチョコのボンドを作ります。焦げ茶と赤茶、私はちっちゃくていいのでこれを半分に切ります。ケーキを塗るように、これ100均でネイルチップのスタンドで売ってたんですよ。これを使ってみようかなと思って。リボンのつなぎ目が左手前になるように、ここに6分の10のプレートをここに貼って継ぎ目を隠すのか。最初はここ全部埋めちゃっていいんでしょう。側面に伸ばすようにドリップラインを描きます。はい。長い短いをきっとつければいいんだよね。長い。これいらないな。これだけで十分だ。なんかかっこいいし、これ
これはキャンドゥで買いました。なんかコメントにもあったんですよね。100均のネイル用の道具は結構使えるって本当にそう思う。短いも作ろうかな。ざっと塗ったらこんな感じなんですけど、ここからもうちょっとチョコを多めに修正していきます。どうかな。5本入ってるんでたくさん作れていいと思います。先に垂れてるとこだけ描くのもありな気もしますね。こうしてさ、ポニョポニョってそれで上を埋める。今はまだ乾く前でモリモリな感じになってるんですけど、乾いたらもうちょっとペタンコになると思うんで、これで 2,3 時間乾燥させます。次はチェリーとレッドカラントを着色。チェリーは朱色で、レッドカラントは赤で塗るみたいですね。まずは朱色から、これチェリーです。色ムラを作りながら塗っていいようで。結構適当今度はレッドカラント赤、あ、間違えた、これシンクだ。これはしっかり塗るように書いてあって、一度塗りでムラになったら二度塗りすればいいかなと思うんですよ。一度塗りでも大丈夫でした。結構しっかり赤く塗れました。ちょっとコケ茶の点を打っていくようです。本当は乾いてから塗るみたいだけどいいんじゃないダメかな。これは100均のネイル用の細い筆です。これにちょんと、お、大丈夫だね。次はさくらんぼの軸を塗ります。緑と黄土色。ちょっと緑が強いのも作っておきます。はい、これを乾かします。乾かしてる間にこのプレートを貼り付けちゃいます。
軸が乾いたので、まずチェリー用、こっちは7ミリでカット。ちょっと端っこ落として、レッドカラント用は2、3ミリ。これを貼り付けていきます。次はちっちゃいレッドカラント。これは実の方にボンドを塗った方がいいみたい。これって酸っぱいやつですよね。こんな軸ついてたっけなっていう気持ちもあるんですけどこの軸ちっちゃすぎて私入らないから、 Google で検索したら軸ってすごい細いんだと思うんですよね。私軸つけない方が可愛い気がするからなんでこれさ、私が作ったのなんかネギみたいでなんか嫌だなってさ自分で作って思ったんで、私はレッドカラントはこれ軸なしにしちゃおうかな。その方が可愛い気がする。もっと細く作ればこうリアルなんだと思うんですけど、私はこのままで使います。さくらんぼの先にちょこっと粘土をつけるんですけど、それはクリームを今溶かしてるんで、これを使っちゃおうかな。これ100均のネイルチップのプレートなんですけど、これに貼って塗った方が塗りやすかったです。でちょっと塗って、これで乾かします。クリームのコルネだけ作っちゃおうかな。ちょっとこれちっちゃい気がするので、いつもの指示の通りのサイズで作ります。なんならこのさ、袋のままで絞っても、でもちゃんとした丸には出てこないか横着したい方はこのまま絞るのもありじゃないとかちょっと思っちゃいました。これに焦げ茶を塗りたいけど、焦げ茶を塗るのは最後にしちゃえばいいのかな。でも失敗した時あれだもんなもう塗っちゃうか。水を多めに混ぜて、軽く触る程度ならつかないぐらいにはなったんですけど、まだ多分中はね乾いてない冷たい感じなんです。ちょっとクリーム絞るの失敗しそうな方は多分ちゃんと乾いてからの方がいいと思います。失敗した時こう取ることできるんでね。だけど私はもう仕上げてしまいます。コルネ2ミリぐらい、結構太めですね。と試しに絞りたい。これでいいね。では参ります。最後の仕上げ。外側に6個絞りましょう。真ん中に1つ絞ります。
じゃあ真ん中からじゃないとどれぐらいで6個かわかんないよね。ちょっと真ん中先絞っちゃおう。で終わっそしたらさくらんぼをのせます。リボンの継ぎ目の位置忘れてた。こっちがじゃあ正面か。かわいい、誕生日のろうそくみたい。ちょっとクリーム足しちゃう。それでこれを何個つけんだっけ。5個。5個もつかないな。本当はもっとちっちゃく作らなきゃいけないんだ。すごいね。でも意地でも5個貼っちゃおう。クリームが私ちょっと柔らかすぎたかな。でもいっぱい貼るのであんまり絞る時すごい神経質になる必要なさそうですね。こんな感じになっちゃった。こっちも貼ります。そして最後にこのチョコプレートを貼る。はい、貼れました。あとフルーツにニスを塗らなきゃいけないんで忘れてた。私はニスを全部使い切っちゃったのでパジコのウルトラバーニッシュスーパーグロス、これ使います。結構なくなるものが多いね。粘土はさ毎回入ってきてくれるんだけど絵の具もないしスポイトも傷んでるしそれでニスもないね。はい、今度こそ完成しました。かわいい。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、ディズニードールハウスのイースターワゴンに飾ってみました。お皿はミニチュアフードに入ってきたお皿で、これはさっき使ってた100均のネイルチップのスタンド、それをここに貼り付けてあります。1号の予告30号、プーさんのシリーズになるんですかね。ミツバチのパンまたさベビーパウダーと粘土と小皿、絵の具をね入れてくれたりすると嬉しいんですけどね。
と今後のラインナップもちょっと更新されていまして、公式サイトの質問のところから見ることができます。今41号までは出てます。気になる方はチェックしてみると楽しいと思います。では今回もご視聴ありがとうございました。